こんにちは、オセロです。久々の動画アップとなりお待たせして申し訳ないです。X ではいろいろと活動していますが、動画となると腰が重く、いえ、なんでもないです。今後も頑張っていきます。今回は個人的にとても興味のあるアイテムを紹介したいと思います。2023年7月より一般販売されております。ぼんじり市にて開発されたファイヤーバードです。スイッチのプロコンをカスタマイズして用いるアイテムになるのですが、今回はこちらのトピックで紹介していきたいと思います。ファイヤーバードは任天堂スイッチのプロコンの中身を入れ替え、スイッチでの使用はもちろんのこと、パソコン、ファミコン、スーファミ、64、ゲームキューブといった各レトロハードでも使用可能なコントローラーになります。本動画の後半で各レトロハードによるプレイ紹介したいと思います。その他の特徴としては、今画面に出ている通り多くの機能を有しています。動画内で全ての機能を紹介することは難しいので、気になる方は動画を一時停止してご確認ください。ここでは個人的に気になる箇所をピックアップして紹介します。ホールセンサースティック。純正の可変抵抗スティックでは、可変抵抗の摩耗によってドリフト現象が発生してしまいます。ホールセンサースティックは磁力によって入力が行われるため、摩耗する部品がなく理論上ドリフト現象は発生しません。近年市場ではホールセンサータイプに移行している動きが見られ、ファイヤーバードは他よりもいち早くこちらのセンサーが採用されています。スティックキャリブレーション。コンフィグツールを使用することにより、各スティックのセンターを調整することが可能です。プレイ中にセンターがずれたなと思った時はいつでもキャリブレーションを行うことが可能です。 USB 有線接続。ファイヤーバードは有線接続専用のコントローラーになります。入力遅延については純正のゲームキューブと同等の入力とのことです。純正プロコンと同精度のジャイロセンサー。純正のコントローラーと同等のジャイロセンサーが搭載されているようです。ジャイロ機能を用いるゲームも問題なく快適に遊べますね。レトロ C ケーブル対応。プラスレトロハードの自動識別。ファイヤーバードにレトロ C ケーブルを使用することで、スイッチ以外のレトロハードであるファミコン、スーファミ、64、ゲームキューブがプレイできます。加えてファイヤーバード側でどのレトロハードに接続されているかを自動識別してくれますので、煩わしい設定を抜きに直感で各レトロハードをお楽しみいただけます。またコンフィグツールを使用することで各ボタンに好きな割り当てをすることもできますので、カスタマイズ性が高いです。ボタン、スティックにフルカラー LED を搭載。各ボタンとスティックに LED が搭載されています。コンフィグツールを使用することで各 LED を好きな色に設定することができますので、お好みのシェルと組み合わせてオリジナルのコントローラーを楽しみましょう。 LED を楽しみたい方は別売りの透明ラバーを購入しましょう。こんな感じでカスタマイズ性が非常に高いコントローラーだということがお分かりいただけたかと思います。紹介できなかった一部機能についてはぼんじり市の販売ページをご確認ください。それではプロコンをドナーにファイヤーバードへ組み替えていきたいと思います。分解の前にファイヤーバードのアイテムを紹介します。ファイヤーバードメイン基板。ファイヤーバードボタン基板。メイン基板とボタン基板をつなげるリボンケーブル。コネクタ付きモーター。分解はかなり割愛しますが、プラスドライバーのみで分解できます。分解が心配な人は分解前の写真を撮っておくとネジの位置などを迷うことなく組み戻せると思います。これから画面の通りの手順で説明していきます。手持ち部分にあるネジ2箇所を外しましょう。ネジを外せると手持ち部分の部品がこのように外れます。プロコンを裏側にして見えている銀色のネジ4箇所を外しましょう。外装を取り外せましたら中にあるバッテリーも外しましょう。このバッテリーは再利用しません。奥まって見えにくいネジが5箇所あります。これらのネジをすべて取り外しましょう。今ドライバーで挿している箇所になります。ネジを外せたら少し硬いですが画面のようにコントローラーを空割りすることができます。勢いよく広げず慎重に開きましょう。するとリボンケーブルが見えますので、メイン基板側のコネクタよりリボンケーブルを外します。
これでボタン基板とメイン基板を分離させることができました。ボタン側の分解を続けます。 ABXY 基板と LZRZ 基板をつないでいるリボンケーブルを外します。そして LZRZ を固定しているネジ2箇所を外しましょう。外せると画面のようにごそっと取り外せます。 ABXY 基板もネジ2箇所で固定されているので外します。純正の ABXY 基板は再利用しません。各種ボタン、ラバー、外装は再利用します。メイン側の分解です。スティックのキャップを取り外しましょう。プレイヤーインジケーターのネジを外し、樹脂部品を上にスライドさせて取り除きます。結構硬い場合があるので慎重に作業しましょう。メイン基板は3箇所のネジで止まっているので外します。今ドライバーで刺している3箇所になります。メイン基板をゆっくり持ち上げ、手前側に倒し、裏側に隠れている基板を取り外すため、固定されているネジ3箇所を外しましょう。ネジ2つは黒色で1つは銀色です。外装に両面テープで固定されている2つのモーターを取り外します。モーターをファイヤーバードに再利用する場合は、ハンダゴテを使って基板から取り外しましょう。メイン基板は再利用しません。外装はこのまま再利用します。これで分解完了です。お疲れ様でした。ここからは分解の逆の手順でファイヤーバードを組み付けていきます。基板にはファイヤーバードのロゴがかっこよくプリントされていますね。基板のバージョンは 2.1 になりますので LED 発光します。仕上がりが楽しみです。組み付けは分解の逆の手順ですので詳細は割愛します。ボタン側が組み上がりましたら、メイン基板とのリボンケーブルを組み付けておきましょう。リボンケーブルの青色樹脂とコネクタ側の黒いラッチは平行になるように組み付けましょう。メイン基板側です。こちらも分解と逆の手順で組み付けます。今回はメイン基板にハンダ付けされているコインモーターではなく、付属のコネクタ付きモーターを使用します。心苦しいですが、コインモーターのワイヤーをニッパーなどでカットします。モーターを外装へ組み付け、メイン基板を組み付け、各所ネジ締めをします。基板が固定できたら、モーターを基板と接続させます。プレイヤーインジケータの部品を忘れずに組み付けましょう。ボタン側とメイン側の組み付けが終えたら、最後にリボンケーブルを接続します。その前に忘れがちなスティックのキャップを組み付けます。こちらのリボンケーブルも青色の樹脂とコネクタの黒色ラッチが平行になるように組み付けましょう。あとは外装のネジ締めをして組み上げます。これで完成です。簡単に外観をチェックしましょう。表側の透明樹脂からファイヤーバードのロゴが見えてかっこいいですね。背面はバッテリーがなく、シンプルな仕上がりになっています。パッと見、純正のプロコンと比較しても大きく異なる点はありません。これは余談になりますが、純正のプロコンとファイヤーバードの重さを実測したいと思います。純正のプロコンが 247g、比べてファイヤーバードの重さが実測で 215g、実測値で純正のプロコンより 32g 軽くなっていますね。ファイヤーバードと PC をつなげるため USB Type-C ケーブルを準備します。ファイヤーバードの L スティックを押し込んだ状態で USB を PC へ接続し、ドライブ認識させます。問題なく RPI、RP2 が認識されましたら RPI、RP2 をクリックして開いてください。中には2つのファイルがありますが、無視して問題ありません。商品ページにあるリンクより最新版のファームウェアをダウンロードしましょう。画面では V2.05 のファームウェアを使用しています。ダウンロードしたファームウェアを RPI、RP2 にコピペします。書き込み時にポップが表示されますが、構わずはいを選択して書き込んでください。自動的にウィンドウが閉じれば書き込みは成功です。書き込みが完了すると LED が自動で点灯します。綺麗ですね。それではコンフィグツールを紹介します。コンフィグツールも商品ページのリンクよりダウンロードしてください。コンフィグツールにてスティックのキャリブレーションは必ず実施してください。左側のスティックよりキャリブレーションを実行します。スティックキャリブレーションを選択し、キャリブレーションを開始を押して、出ている指示通りに操作をしてください。指示に従い、画面のように操作していきます。
キャリブレーションが終わるとスティックが自動的にセンターに移動します。これでキャリブレーションは完了です。簡単ですね。続けて右側も同じように実施します。ご覧の通り左右のスティックがしっかりキャリブレーションされましたね。余談ですが、ウェブサービスのテスターで円形度を測定してみます。結果はご覧の通り素晴らしい値です。キーコンフィグではスイッチ、PC、各レトロハードへ入力したいキーを編集することができます。特段補足する必要のないものかと思います。5つのプロファイルを設定することができますので、各ハードに合わせてお好みにカスタマイズしましょう。跳ね返りフィルターの調整がここでできます。例としてわかるように極端な入力をしてみます。左に入力し、センターへ戻るときに少しだけ右に入力される場合があります。これを跳ね返りと言います。プレイ時に跳ね返りが起こる場合がありますので、お好みでフィルターの強度を調整してみてください。LED カラーマップにて LED の色変更、光量、ライティングパターンの変更ができます。ライティングパターン、スタティック、スペクトラムサイクリング、ブリージング、ファイヤ、リアクティブの全部で5つのパターンがあります。画面の通り、各ボタンの LED 光量も調整することが可能です。ただし全ての LED の光量を10で設定しても、ハードとの接続環境によって電力不足になる場合がありますのでご注意ください。また各ライティングパターンのタブよりお好みの色を割り当てることができます。例としてライティングパターンのスティックの色をピンクから青色と緑色へ変更してみました。カスタマイズ性が高くテンションが上がります。参考までに各ライティングパターンのタブをご紹介します。またスタティックにあるプレイヤーランプを設定することにより画面のように表示・変更することができます。細かいところまで設定できるのは嬉しいですね。USB デバイスでは USB デバイスモードとしてスイッチ、PC へ接続した場合の入力モードを設定することができます。クロスインプット、ダイレクトインプット、ゲームキューブのコントローラータップの3つの設定があります。遊びたいゲーム、環境によって設定しましょう。振動モーター、デフォルトでは振動なしになっています。メイン基板にハンダ付けされているもの、コネクタ付きのモーターはコインモーターとして認識されています。純正のプロコンからモーターを再利用している場合は純正モーター HD 振動を選択しましょう。またここでは振動レベルを設定することができます。はじめは弱めに設定しておいて、物足りなかったら強く設定することをお勧めします。最後にいろいろ設定しておかしくなった、わからなくなった場合は設定をリセットをクリックして初期化しましょう。簡単ですがコンフィグツールの紹介は以上です。レトロハードと Firebird を接続してプレイしてみたいと思います。別売りのレトロ C ケーブルを介してハードと Firebird をつなげます。Firebird 側でハードを自動認識してくれますのでケーブルを接続するだけで OK です。遊びたいハードのケーブルを購入し Firebird でプレイしてみましょう。ファミコンでは YB が BA と勘違いしていますが、コンフィグツールを使って好きなキーに設定できるのでお好みの設定を探してみてください。ファミコンに続きスーファミ、64、ゲームキューブとプレイしていきますが特段補足する内容はありません。Firebird の強みは他のカスタマイズコントローラーと違い Firebird 側でハードを自動認識してくれるのでつなげたら即遊べる点が最強だと思います。ちなみにレトロ C ケーブルはぼんじり氏のブースから購入される方が海外輸入と比べて時間・金額面から大変お得になります。参考までにプレイ動画を眺めていってください。
最後になりましたが、ファイヤーバードの魅力をお分かりいただけたかと思います。こちらのアイテムは非常に人気でして、入荷と同時にすぐ売り切れてしまうようです。売り切れている場合は各ショップの入荷待ち登録をしておくことをお勧めします。ファイヤーバードを取り扱っているショップは主に3店舗ございます。ブースオリジナルショップ、ぼんじり氏が直接運営しているブースショップでの購入です。今回のファイヤーバードに加え、各レトロハードのアイテムの取り扱いもございます。ぜひ一度はぼんじり氏のブースショップをお立ち寄りください。家電のケンちゃん、界隈では有名なショップですね。同人アイテムの取り扱いが多く、人気アイテムは販売と同時に数分で売り切れてしまうほど知名度が高いです。秋葉原のラジオデパート1階に実店舗もございますので、秋葉原へ遊びに行った時は足を運んでみてください。バイザードクラブ、こちらのショップからは完成品のみを購入いただけます。分解、組み替えの作業が苦手な方はこちらからの購入を大いにお勧めします。即購入品ではなくカスタムオーダーメイドになりますので、入手時期については余裕を見ておきましょう。いかがだったでしょうか。カスタマイズ性が非常に高いコントローラーであることがお分かりいただけたかと思います。分解、組み立ての作業は比較的簡単で、プラスドライバーがあれば初心者でもできる内容かと思います。ぜひチャレンジしてみてください。ホールセンサー、使いやすいコンフィグツール、レトロ C ケーブル対応などとファイヤーバードの魅力が満載です。ぜひファイヤーバードにて自分なりの最高のカスタマイズをして楽しんでみてください。注意になりますが、ファイヤーバードを各種の大会で使用したい場合は大会の規約を必ず確認した上で楽しくプレイしてくださいね。動画の頻度が鈍足化していますが、やめたわけではないので今後もお付き合いいただけると幸いです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。